さて、今日はですね、新しい薬がどうやって作られるのか、そのプロセスをものすごくスピードアップさせるある強力なツールについてお話ししたいと思います。コンピューターの中で薬と病気の相性をピタッと予測する、そんな驚きの技術の革新に一緒に迫っていきましょう。よし、じゃあ早速本題に入っていきましょうか。まずは、現代の医療を理解する上で欠かせない、とってもシンプルでもすごくパワフルな例え話から始めます。そもそも病気を治すって突き詰めるとどういうことなんでしょう。科学者たちがいつも考えているのは、僕たちの体の中で悪さをする病気のプロセスをどうやって止めるかってことなんです。そこで登場するのが薬。これは多くの場合、ものすごく小さな分子でできていて、まるで鍵みたいな働きをするんですね。そしてその鍵がぴったりはまるべき鍵穴、これが病気の原因になっている特定のタンパク質なんです。この鍵と鍵穴がガチッとはまらないといけないわけです。でも考えてみてください。鍵の候補ってもう何百万とあるわけですよ。じゃあその中からどれが本当にカチッと気持ちよくはまるのか、どうやって見つければいいんでしょうか。科学の世界ではこのカチッという感覚をちゃんと数値で表す方法があるんです。それが結合自由エネルギー。まあ簡単に言うと薬とタンパク質の相性スコアみたいなもんですね。このスコアがマイナスにぐーっと大きければ大きいほど相性バッチリ、これは効くどっていうことになるわけです。さあ、ここからがめちゃくちゃ面白いところなんですけど、この大事なスコア、今や研究者たちは実験室で延々と試行錯誤しなくても、コンピューターの上で効率よく、しかも正確に計算できちゃうんですよ。すごいですよね。そこで登場するのが今回の主役です。その名も GMX-MMBBSA。これめちゃくちゃ強力なのに、なんと無料で誰でも使えるオープンソースのツールなんです。これはですね、GROMRACS っていう、分子の動きをシミュレーションする世界中で使われている超有名なソフトがあるんですけど、そのユーザーのためにさっき話した結合の強さを計算するっていう問題をズバッと解決するために作られた専用ツールなんです。で、その信頼性の高さは GitHub っていう開発者たちが集まるサイトでの評価を見れば一目瞭然です。このスターの数がどれだけ多くの研究者に支持されているかの証なんですね。じゃあ具体的にどうやって使うのかというと、分子シミュレーションをやると出てくる、分子の設計図とか 3D モデル、それに動きを記録したビデオみたいな、そういう基本的なファイルが4つあるんですけど、それらをまとめてたった1回のコマンドを打ち込むだけで、あの複雑な解析を全部やってくれるんです。すごい自動化ですよね。さて、ここからがまた面白いポイントです。この GMX-MMPBS は実は2種類の計算方法を用意してくれてるんです。それぞれに得意なことがあるんですよ。片方は MMGBSA。これはラフなスケッチみたいなもの。すごく早いので、何百万っていう膨大な候補の中から、これ良さそうじゃんっていうのを見つけ出すのに最適です。もう一方が MMPBSA。こっちは精密な設計図。時間はかかるけど、ものすごく精度が高いので、最終候補をよし、これに間違いないって確認するのに使うわけです。目的によって使い分けられるのが便利ですよね。でも、このツールの本当にすごいところって、ただくっつくかくっつかないかを教えてくれるだけじゃないんですよ。一番すごいのは、なぜくっつくのか、その理由まで丸裸にしてくれることなんです。それを可能にするのが、残機別エネルギー分解っていう機能です。これ何かっていうと、タンパク質を作っているアミノ酸一つ一つが薬剤とどういうふうにやり取りしてるかを全部バラバラに分析してくれるんです。まるで分子たちの会話をこっそり聞いているみたいですよね。まさにこのスライドにある通り、タンパク質のどの部分が薬を好きで、どの部分が嫌いなのかを示す成績表みたいなものが手に入るわけです。これはすごいですよ。この成績表があれば、科学者たちは薬っていう鍵のどこをどういじれば、タンパク質の鍵穴にもっとぴったりはまるようになるのか、その改造のヒントが具体的にわかるわけです。薬剤耐性がなんで起きるのか、なんていう謎の解明にもつながるんですよ。さて、
ここまではツールの話をしてきましたが、最後はこれが AI、つまり人工知能とどう組み合わさって未来を変えていくのかという話をしましょう。AI ってもう人間じゃ思いつかないようなすごい数の新しい薬のアイディアを出すのは得意中の得意ですよね。でもそのアイディアが本当に現実世界で機能するのか、それをチェックしてくれる物理の先生みたいな存在が必要なんです。そこで、この AI と GMXMMPSA が最強のタッグを組むわけです。まず AI がものすごい数の新しい鍵をデザインする。次に GMXMMPSA がその中から物理的に一番フィットしそうなやつを高速でテストして点数をつける。そしてその物理テストの結果を AI に教えてあげる。そうすると AI はなるほどこういう設計がいいのかって学習をして、次はもっと賢い鍵をデザインしてくる。このサイクルをぐるぐる回していくわけですね。つまり AI の無限の想像力と GMXMPBSA みたいなツールが持つ物理に基づいた厳密な検証力。この2つが組み合わさることで、もう創薬のスピードが桁違いに上がっていくわけですね。AI がデザイナーで、このツールが検証役。このコンビがあれば、僕たちが次に打ち欠かす病気は一体何になるんでしょうか。未来が本当に楽しみですね。